タリー、ステレオでロータリーはやばいんじゃないか。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、ギタリスト、有賀恭平さん。はい、よろしくお願いします。ここに来てもらったら初ですよね。初めてです。いや、もうありがとうございます。今回なんですけども、有賀さん、こちらです。じゃじゃーん、持っていただいても。お、これ白色が MS50G プラス、これ出ましたけれども。これ実は僕使ってるんですよ。最近手に入れてボードの端っこに主に空間用としています。ああ、なるほど。こちらの白色は歪みだとかモジュレーション、空間系いろいろ入ったマルチエフェクターでしたけれども、歪み系だけ特化してバーンって入ってるのがこちらで、空間系だけがっつり入ってるのがこちら。今日はこの2台をいろいろやっていきたいなと思います。これそもそもなんで個別に分かれたのかっていうところを疑問に思う方もいらっしゃるかなと思いまして、もちろんこれで歪み専用機として使う、空間専用機として使うっていうこともできるんですけれども、空間に特化することによって邪心がこう払われるというか、これを歪みにも使おうかなみたいな、そういうことがなく空間系のポジションを任すという気持ちでまず使えるっていうのが一つと、当然これ専用機なので種類も増えてる。これにしか入ってないと思う。なのでこれもこれにしか入ってない歪みがあるので、もうこれは歪みエフェクターとして使うので、じゃあ空間系使おうってなった時にいろんな違うエフェクターを組み合わせてオリジナルのボードを作っていくっていう、そういうマインドで使えるっていうところが結構大きいんじゃないかなと思ってて、じゃあこっちから行ってみましょうか。はい。じゃあまずアンプ直に今つないだんですけども、こちらは、このギターがですね、ジミー・ウォレスというギターのいわゆるストラトキャスタータイプ、シエラというモデルです。シエラ、ちょっとどんな音か聞かせていただいても。こんな感じの。いいです。ちょっとリアとかも聞いてみていいですか？リアもいいですか？こんな感じの。さすが、もう聞き手もさすが。じゃあ繋いでみますね。はい。はい、繋がりました。はい。じゃあまずプリセットをちょっと順番に聞いていきましょうか。プリセットってね、このズームさんがこういうのもあるよ、こういうのいいよっていうおすすめが入ってると思いますので、じゃあまず1個目、レイドライブ。レイドライブ。なんだろう、こっちにレイっていうエフェクターがいる。レイドライブがいるんだ。で手前のこの TS ドライブはオフになってるから、途中でオンにしてということですかね。そういう意図ですよね。まずレイオンリーでいきましょうか。オンリーで。なんかちょっとこのオールリーな雰囲気をまとってますよね。そうですね。これちょっとブーストしてみますね、 TS で。はい。こういうことかな。なるほどね。かっこいい。なんかデジタルで作ってる歪みっていう感じは確かにあるんだけれども、その中でも古き良き感じをしっかり汲み取った。そう。ちょっとアンプが昔のアンプになったみたいな感じしますよね。楽しい。じゃあどんどんいくぞ。2つ目、ファズきた。いってみましょう。ノイズリダクションが。これ結構好きだぞ。いいです。これいいですね。普通にいいです。あとズームのノイズゲート系、このノイズリダクションとかってめちゃめちゃ優秀なんです。優秀ですよね。ですよね。めっちゃ自然にかかるっていうかね。普通こうノイズリダクションかけると音が変になっちゃったりするんですよね。その歪みのならないし、ノイズめっちゃ綺麗に消えるんですよ。これちょっとお振ると出てます。出てる。いきますよ。おお。エンジニアさんが喜ぶやつですね。これズームさんも賢いな。ちょっとなんか今思ったのが、これあえてデフォルトオフになってて、みんな踏んで感動してもらうっていう。そういうことか。本当おすすめですね。ズームのノイズ系。はい。じゃあ次いきます。はい。あっさり。クリーンブースターいいですね。こういうあっさりしたのもちゃんと入ってて、
次、これは結構がっつりですね。ディストーションですね。どうですか？なんか重厚で、アンプの歪みみたいな、ちょっとこうスタックアンプ弾いてる感じ。そう、アンプちょっと変わった感じになりましたよね。これちょっとディレイとかつないでリード系もいけそうな気がしたから、したいですね。さっきのこのボスいきましょうか。じゃあやってみましょうか。はい。全然いけますね。これはね、なんか積極的に使いたくなるですね。なんかリード安定してますよね。安心感があるっていうか。わかります。じゃあ次、これこれにも入ってるんですけど、僕音作る時これ結構使うんですよね。これ行ってみましょうか。行きたい。はい、行ってみましょうか。おお。これどうすか？これ気持ちいい。これいいんですよ。これね、皆さん一押しです。いいですね。なんか入って、ブースター後ろに入ってるんだ。めっちゃ楽しい。いい。なんかブースター入れることによってミドルがグッと上がりましたね。リード寄りの音になるっていう。この MS200D プラス、歪み系が入ってるってざっくり言いましたけども、ブースターとかそういうのも、もちろんこう歪みにこう分類されてとか一緒に入ってるので、歪み2個掛けだとか、こちらの動画でも過去に説明してるんですけれども、それがこの単体1個の中で完結できるんで、それを普通のコンパクトでやるとしたら、それこそ何台もこうね並べるってことになるし、ボードちっちゃくしたい人とか最高なんじゃないかなですね。ちょっと説明割愛しちゃいましたけども、これでね、左右この中にエフェクターが2個今並んでる状態なんですけども、足で右行ったり左行ったりができて、1個目のエフェクターをオンオフする。ただこれって2個目のエフェクターはずっとオンなんですよね。こっちをオンにしてもこっちはオンのままだし、こっちをオフにしてもこっちはオンのままなんで、ここで押すと両方オフになるっていうことができるので、足で押しやすいサイズなんですよ。そうですよね。そうなんですよ。空間系に行く前にどれくらいエフェクトが入ってるかだけさらっと見たいなと思うんですけども、このライブラリーを押すと、ちょっと待って、むっちゃあるな。ドライブ系があって、ファズ系がここにある。そこで上下して、ファズの列だ。右に行くと、これはディストーションの列かな。なるほど。カテゴリー別にね、こう分かれてる。はい。ディストーションはちょっとこうオレンジ風になってますね。でさらに右に行くと、オーバードライブは黄色なんだ。なるほどなるほど。もうむっちゃ入ってるんで、もう組み合わせがやばいですね。次はブースター。ブースターは青なんだ。なるほど。いっちゃん左のその他系ですね。イコライザーがあったり、ノイズリダクション。なるほどね。ノイズゲート。ここは EQ とノイズゲートだけですね。EQ も結構いろんな種類があったんで。確かに。はい、じゃあつながりました。2代目 MS70CDR プラス。空間系とモジュレーションも入ってるやつですね。じゃあ行きましょうか。1個目の音色なんですけれども、名前が CDR プラスという、もうこのモデル名じゃないですか。そうプラグシップ音色ですね。どんなのが来るのか。黙ってこれを弾いてくれということですね。ラインセレクター入ってる。なるほど。でコーラス、ディレイ、リバーブ。これね、ラインセレクターちょっと他の動画でも実は説明させてもらってるんですけど、これね、オンってやると、これよりも後ろにいるエフェクターを一気にバイパスすることができるんですよ。押すと後ろの3つが全部オフになるんで、3つまとめてオンオフ用に。そっか、そういう時に。今回はドア玉に入ってますけども、これが例えば真ん中に入ってると、先頭にいるエフェクターはずっとオンのままで、それよりも後ろにいるやつがオンオフされるんで。じゃあ例えば歪みだけはオンにして、その間に入れて、で後ろの空間系だけオフにしたりとか。っていうのをこれでもできるっていうやつなんですけども、これもズームさん、ちゃんと一発目に入れて、こ
こうやって使ってねっていう。そういうことか。私知らなかったんです。本当ですか。すごく有益な情報でした。おー。はい。スプリングリバーブ。スプリングリバーブ。結構これ深いですね。だから。確かに。それにしても深いな。ちょっと深すぎる。でこういう時はこのプリセットですけれども、ここのミックスとかをちょっと自分のお好みまで下げて。いいですね。気持ちいいですね。いいですね。でこのズームのエフェクターってこうやってプリセットを自分好みに設定変更した後にですね、これをもうこのまま電源抜いちゃいます。バーン。あら。で抜いてもオートで記憶してくれてるんです。最新のゲームみたいじゃないですか。そうこのまま起動するとオートセーブ。そうオートセーブ機能。これでもう一回スタートするとどうでしょう。さっきの設定。じゃあいちいちこのセーブ長押しみたいなこともしなくていい、しなくていいんです。これをね全機種こちらも共通ですので、それも知らなかった。いやもう全然じゃあどんどんいきましょうか。はい。エコいってみましょうか。ちょっとこのテープがすり減ってる感じですね。そうですね。このディレイ繰り返す音がだんだんちょっとうにょんってなってくるのがこのテープエコーの魅力というかサウンド。すごいですね。ちゃんと綺麗にかかってますね。ズームのこの空間系のエフェクター本当に質が高くて、結構これ安いじゃないですか。エフェクターとしてはそんなに高い数万円も、例えば5万6万するエフェクターじゃないんですけれども、すごく綺麗で邪魔しないし馴染むし、結構プロの方でもこのズームの空間系をねそれこそ使ってらっしゃる方すごいたくさん多いですよね。いらっしゃいますよね。次フェイズルーム大好きです。大好きです。来たぞなんか。なるほどね。これいいっすね。いいっすね。だからちゃんとこういうのも入ってくれてるからなんか飛び道具的なパッチも作っといて、ボードの隙間限られてる時とかでも現場で何言われるか分かんない、どんな音を要求されるか分かんないって時にこれ1個あるとフェーザーも入ってるし。そうですね。次島系リバーブ。いやーって感じですね。こういうの聞くと、ちょっと僕なんか歪み足したくなったんですけど、やってみますか。いいですか。例えばじゃあこういうチューブスクリーマーミニ、中域が結構あったかく出るので、この島とか結構広域がキラッとしてるじゃないですか。それにこういうちょっとあったかい中域を押し出してくれるような歪みとか混ぜるといいんじゃないかなと思って。存在感が増すかもしれないですね。オン。なんかパイプオルガンがそうですね、裏からこうサポートしてくれてるみたいな感覚になりますね。こんな感じで自分のお好みのね歪みと組み合わせて使うのが基本的な使い方になってくると思うので、じゃあちょっとこのチューブスクリーンをスタンバイした状態でもうちょこっと見ていきましょうか。ロングエコー。ロングエコー。これもオンだな。そうですね。これはもうリードですね。
おー、エコーの音いいっすね、ほんとね。いいですね、めちゃめちゃ気持ちいい。わ、69のバイブのこれはちょっとビッとちょっと上げましょうか。もっと上げひずまそうちょっと今視聴者さんの声が聞こえたんですけど、聞こえましたか？さっきのファズと組み合わせて聞きたいって思ったでしょ今。お、やっちゃいますか？絶対そういうコメント入るって今聞こえた。はい、繋がりましたよ皆様、はい、来ましたね。結局この2台繋いじゃってるっていうねじゃあお願いします。はい、行ってみましょう。すげえしばしば言ってる。最高っすね。いいですね、はい、でこれ今有賀さんとちなみにこれね接続した後どのファズが合うかなってちょこちょこって探したんですけど、めっちゃありましたよ。ちょっと有賀さん弾いててもらっていいですか、これめっちゃあったんですよ。いきますよちょっと、まだもうめっちゃあるよこれでだからやばいはいじゃあパスだけでこれってどういうことってだからこういろんな効果を勉強できる教材にもなりますよね。教材にもなるし、本当にファズのキャラクターも一個一個違う。で1個のズームっていうメーカーでこんなに種類出すっていうのは結構大変で、その1個のプロセッサーだとかそういうのでいろんなやつをこう演算で出すんですけど、こんだけ一個一個キャラクターに、差があるっていうのはすごいです。へビビったまだあるからねこれ、これループしてるんじゃないですからねこれこんだけマジであるからようやく一番上ねてっぺんが最後にですね、ステレオアウトさせてみました。今アンプにはつながってなくてなのでもうライン取りなんですけれども、こういったクリーン系のやつってライン取りでも綺麗な音が取れますので、今選んでる音色がデュアルリバーブ。デュアルリバーブ鳴らしましょうか。はい。おお。広がる。これ皆さんぜひねイヤホンとヘッドホンで聞いていただきたいんですけども、でねこういうのにもこれねちょっとね明るめのこれねモーニンググローリーというエフェクターなんですけども、ちょっとキラッとした要素が足せるドライブ系をちょっと隠し味で足すといいんですよ。いいですか、ちょっと見て。このジャラーンってしてこの鈴鳴り感っていうのかな、このストラトタイプの持ってるこのちょっとギラついたねそうとかありますよね。をちゃんとねこうグッと出してくれる。じゃあ次出たロータリー。これはステレオでロータリーはやばいんじゃないかいいですね。だからこういうレコーディングの時とかは、ぜひねステレオアウトでつないでみて、ここのパートはもう LINE で撮っちゃおうみたいなことをやるといいかなと。なんかちょっと今こう
鍵盤というかそういう感じのニュアンスにも聞こえましたね。そうですね。音のニュアンス。確かに確かに。じゃあ最後にですね、僕ちょっと今音を1個作ってみたので、それを言ってみてもいいですか？いいですね。じゃーん、こちらです。はい。どんなのを作ったかっていうと、プレートのリバーブでふわっと広がる感じにしてるんですけども、このプレートリバーって結構明るいキャラクターで、でその手前になんとピンポンディレイ。これね、右左右左ってこう順番にディレイ音が鳴るので、このステレオで聞くと、気持ちいいやつですね。はい。じゃあこれでちょっと締めをお願いしてもよろしいでしょうか？はい、やってみます。お願いします。っていう感じでちゃんとこうねハンギングされてこれとかこのプレートリバーブだけオフにしてちょっとチャッて弾いていただくと、こういう感じ。すごい。これだとちょっと気持ち悪いんでリバーブは両方にねこうふわっとそれをちょっと中和する感じで入れておりました。バランスがいいくなりますね。はい、という感じでこの2台紹介させていただきましたけれども、これの基本的な使い方はこちらの動画で分かりやすく説明してますので、ぜひね使い方についてはこちらを見ていただければと思います。はい、僕も見ます。今回の動画ためになったっていう方はぜひチャンネル登録お待ちしてますのでよろしくお願いします。そして今日の素敵すぎるギター皆さん聞きましたよね。有賀さんの SNS こちら概要欄に載ってますので、ぜひチェックしてください。本日はスペシャルゲストギタリスト有賀恭平さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ皆さんまたの動画です。